大森和代のいつもつながっているよ。渡らせトーク。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。先生、今日もよろしくお願いいたします。はい。今日は1月16日ということですので、明日はいよいよ神戸の講演会ですね。そうですね。はい。本当21年前、1月17日に、ごめんなさい、阪神淡路大震災、起こりましてね、神戸の街も本当に、これは映画のワンシーンではないかというような映像がね、テレビに流れ、火災がね、すごい報道されておりましたので、特に東灘区とか、ひどかった地域ね、が映ってまして、もうどうなっちゃうんだろう神戸ってね、すごく不安に思ったことを思い出しますね。それからもう21年、そして今回はちょうどその日に神戸講演会ということで、これも当日っていうのがすごいですね。偶然ではなく、やっぱりこの日にちもね、神様が決められた日にちですので、その日にやはり行かなくてはいけない、そしてその土地の神様に祈らなくてはいけないと、そういうふうにも決められていたんだなと思うんですけれども、今回も皆さんにね一緒にご参加いただいて、自爆霊を早く一人残らず本当に解いていただきたい、世の修行に行って楽になっていただきたい、そういう祈りをまた捧げさせていただきたいと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。また明日はご参加の方たくさんいらっしゃいますね。あと参加できない皆さんも同じような気持ちで、ちょっと明日という日を過ごしていただけたら、その思いは必ず届くのではないかなと思いますのでね、よろしくお願いいたします。講演会といえば、昨年最後は、長崎講演会、だったんですけれどもね、講演会のお話とかも全然させていただいてないなってふと思ったんですけれども、すごく思い出に残る長崎講演会でした。今回も講演会本当しょっちゅう来てくださる方が、最近講演会が本当に毎回内容もすごく考えられていて、すごい毎回講演会違いますねって言ってくださったんですね。で、やっぱり毎回すごく新鮮な気持ちで聞けるのは、先生方が、講演会やっておられる先生が、すごく慣れることなく、毎回やはり真剣に、毎回緊張しながら真剣にやってくれる、その思いがこちらにも伝わってきて、毎回ハラハラドキドキしながらすごく楽しませてもらってますって嬉しいね、ことをおっしゃってくださったんですね。これだけ講演会やってても慣れない、慣れれないのかもしれませんけど、慣れないということが素晴らしいと思いますっておっしゃってくださったんですね。で、あとやっぱり講演会会場、セミナーもそうですけれども、会場のはもう何とも言えないピンと張り詰めた空気、何かすごい清まってる空気、それが何なのかっていうのが本当にすごいな。やっぱりその空気で、ここは普通の会場と違うなということを毎回、感じさせていただいてるっておっしゃってくださったんですね。やっぱり高次元の方が自分には見えないけれども、この空気の違いはわかるから、それによって、おられるんだということを実感してるんですよってね、男の方なんですけれどもね、ご夫婦でしょっちゅう来てくださるんですけれどもね、そうおっしゃってくださったんでね、すごく嬉しかったんですね。今回は長崎はね、永井博士のこととか、そういうお話とかもさせていただいたりしましたしね、平和への祈りもさせていただいたり、いろんな長崎も唯一広島と長崎が唯一の原爆を落とされた町ということで、意味がある町でもお役目のある町でもありますので、そんなお話をね中心にさせていただいて、今回本当初めてなんですけど、長崎に行きまして、ちょっと原爆資料館と、あとグラバー邸と、大浦天主堂の教会ですね、初めてそういうところをね、見せていただいたんです、私。行ってこられたんですか？行かせていただいてね。あと、タクシーに乗せていただいたタクシーの方、とっても親切な方で、メガネ橋とか、なんかそういうところを見に行って、連れてってくださってね。そこで写真撮っていただいたりね、したんですけれども、
私、原爆資料館とかやっぱりまだ苦しんでらっしゃる方が多いので、すごくこう、一番五苓散多いのかななんて思ったんですけれども、一番五苓散が多かったのはグラバー亭なんですよ。そうなんですね。もうグラバー亭で撮った写真、あんまりああいうの怖がられるのでね、見せれないんですけれども、また興味のある方はお見せしますけれども、かなりたくさん写真にも写ってらっしゃいました。そうなんですね。で、誰もいないなと思って、こう鏡のあるね、食卓のあるテーブルがあるんですけど、そこでこう写真をね、スマホで撮ったんですね。で、誰もいないなと思って撮ったんですが、後で見てみたら、鏡の中に女の人が写ってるんですね。で、あれこれ私じゃないよねって、私だったらこうカメラ持ってるこういう姿勢なのに、普通に立ってらっしゃるんです。こう長い髪の毛で白い服を着た方が。だから、これきっと納棺の時の服装だなと、浮遊霊さんでさまよっておられるんだなと思ってね。そうなんですね。その場では私見えなかったんですよ、その時。では誰もいないからシャッターチャンスと思ってパシってね、撮ったんですけれども、映ってらっしゃったり、あとそのグラバーでのちょっとした、キリンビールのね、モデルになった、私はシーサーかなと思って見に行ったら、なんかそれは昔のキリンの姿というか、シーサーみたいなのが、あったんですね。銅像っていうか、石の像で、そこも撮ったんですけれども、そのシーサーのところにも顔がはっきりとね、赤い光の顔なんですよ。他の惑星の人でしょうか。そういう方々とか映っておられて、とっても賑やかなグラバー亭でした。はい。グラバー亭に五苓散がたくさんいらっしゃるっていうのは何かあるんですかね。五苓散はもちろん大浦天主堂も、原爆資料館もおられたんですけど、おとなしいんですよ、そちらの五苓散は。で、グラバー亭の五苓散たちはすごくこう、お元気っていうか、騒がしいっていうか、すごい五苓散で、こっちにもシュッと来そうな方が多いのがグラバー亭でですね。で、あんな薄着でね、寒くないですかねって思ったんですよ、その女性。後で映ってるのを見た時にね。で、寒くないかなって思ったら、念でこう来たんですけれども、寒くなればお客さんのコートに潜り込むからって言われたんですよ。そういうことですね。とか、コートに潜り込んで。怖がっちゃいけないんですけど、びっくりですね。ねえ、やっぱり、五苓さんたちもいろいろ生きる術、生きてはいないんですけど、生存の術を考えておられるんだなと思って、早くね、成仏していただけるように、そのスマホを見ながら祈らせていただきました。はい。そんな、長崎はすごく、教会も多いんですけれども、お寺もすごく多くて、そうなんですね。意外だったんですけれども、びっくりしたんですけどね。本当に長崎今回すごく私好きになりました。ごめん、前嫌いだったってわけじゃないんですけど、五苓さんが最初行った時あまりにも多くて、ちょっと頼ってこられることが大変だったんですけれどもね。はい。今はすごく長崎の良さがどんどん分かってきて、楽しかったです。はい。夕食会もね、させていただいて。そうです、そうです。たくさんの方にご参加いただいてましたね。本当にね、多くの方にご参加いただいて、でも皆さん、ここはね、美味しいんで有名だからすぐ申し込みましたとかね、言ってくださって、長崎でも有名な中華レストランでした。ホテルのね、ニュー長崎っていうホテルの、最上階だったんですけれども。じゃあ眺めも良かったですかね。眺めがすごく良くて、お料理も本当美味しかったんですよ。中華なんですけど、お一人出てくる、そんな料理で。大皿ではなくてってことですね。そうなんですよね。はい、本当にね、長崎いっぱいいっぱい、またしっぽく料理とか、そういうのも私食べたり、個人的に、長崎の方が、紹介してくださって、食べに連れてってくださったんですけれども、すごく美味しいものがいっぱいある長崎でした。美味しい話ばっかりでごめんなさい。ありがとうございます。それでは、先生、今年初めてのいつものコーナーお願いいたします。はい。では今年初めての愛のおすそ分けいきたいと思います。大森和代の愛のおすそ分け。はい。では、由美ちゃんから読んでいただきます。本日は、水戸日さんからのご質問です。どうしても気になることがあります。先生が30回の生まれ変わりがあるとおっしゃっておられますが、宇宙の果てまで旅してきた方、韓国のマスターゲートさんや、宇宙時代の前世を見れる方、神の使者の本を書かれた方の経験談、内容では、
何千何万と繰り返し人間に転生しているということでした。すみません。どのように解釈すればよいのか教えていただきますと嬉しいです。という、はい、ご質問です。はい、ありがとうございます。水戸さんはブログにね、質問書いてくださってて、これはラジオで取り上げさせていただきますね、とかって私ブログに書いたんですけれども、私がこの神様にお伺いしています。この生まれる回数、そしてこの魂がさらに次の次元に上がれる、そこまでは30回ということをね、神様より教えられております。ただ、他の惑星に生まれるということもあったり、でもこの30回、地球上でしたら動物に生まれたり、あと中には恐竜に生まれていたという方もお見えでしたし、もちろんイルカとかクジラも人間の魂ですので、あと皆さんが飼っておられるペットの中にも人間の魂たくさんおられます。で、こういう動物に生まれた、そしてあとは他の惑星、銀河系の中でもあり、または銀河系の外ですね。外の他の惑星に生まれているとか、そういうこともあるとはおっしゃりました。ただ、何万回とかっていうこと、その何万回肉体を持って生まれてはいないということは、神様はおっしゃっておられます。水戸さんがちょっとそういうね、ものをなんか信じておられたら、ちょっと申し訳ないんですけれども、そういう回数は生まれてはいないということですので、ただ魂というのは、でも肉体を持って人間としてって書いてありましたね。人間としてはそこまで生まれることはありません。ただ魂は神様の分け御霊、細胞分裂をするように魂が徐々に魂としての成長をしていく過程がある。そういうものも回数として入れていくとまた変わってくる、かなり変わってきますけれども、もともとは光の存在という、そこの部分も分析していくとかなりの回数にはなるんですけれども、こういう肉体を持ってっていうのはそこまでの回数はないということですので、はい、そのように教えていただきました。はい。はい、先生、ありがとうございました。ありがとうございました。人間としては、そんなたくさんの再生をするということではないんですね。人間の姿形としてはということですね。たくさんはしてる、他の惑星も含めればしてるんですけれども、その何万回ってことはないということで、あとやっぱり開示できる部分とできない部分があるということも神様は時々おっしゃるんですね。そうなんですね。はい。で、開示され、今は必要なところまで開示をしてくださり、私たちには7次元までが教えられてるんですけれども、もしかするとさらにその上の次元があるかもしれないという、これはまだ開示されていない部分ですので、また開示されましたら、皆さんにはすぐお伝えさせていただきたいと思っています。はい。本当にそういうことを考えると夢が膨らんでね、とっても楽しいんですけれどもね。はい。はい。そして先生、明日は神戸ですが。いよいよ神戸、第2回目の講演会ということで。神戸では2回目ですね、先生。震災と、その震災の当日にやらせていただくのは初めてということで、とても意味深い、講演会となるのではないかなと思います。そうですね。またさらに自爆になっている方も、作っていただけるということですね。前回もそうでしたけれども、残っておられる方、なんとか全員とはずっと祈らせていただいてきたんですけれどもね。なんとか楽になっていただきたいです。はい。その次はいよいよ総会ですか？そうですね。イベントとして2月21日の渡良瀬総会。2月21日渡良瀬クラブの総会、そして出版記念ということで、そうですね。多くの皆さんの出席をお待ちしております。できる限りテーブルもね、今回回らせていただきたいなと思ってるんです。皆さんのところへ。握手だけでもさせていただきたいなとか思ってますし、またプレゼントもお楽しみください。いろんな企画がだんだん。いろんなことも企画してますので、そうですね。ぜひよかったらまたご参加ください。そして宮崎も
ちょっと遠いんですけれども、そうですね。はい、宮崎も、本当に事故があったりね、いろいろありました。宮崎もいろんなことがあった場所です。口蹄疫が出たりとか、牛のね、鳥インフルエンザが出たりとか、本当にいろんなことがあって、新燃岳の噴火だったりね、いろいろありますので、ぜひ皆さんで宮崎の地の神様にお祈りしたいと思いますので、ご協力ください。はい。では、また来週お会いしましょう。See you next week. Bye!